帰った瞬間から私オーディション全部受かってたんですよ。事務所によってちょっと変えたりもするんですけど、オーディションを自分のステージだって思って、私ならどんなコンセプトもできるよっていうのが分かる歌とダンス以外にラップを得意としていて、オールラウンダーになりたいです。一人一人にちゃんと向き合ってくれるから、そこにびっくり感動しました。音程が合わないとかの原因は大体が問題だったりすることが実はあったりして、ちゃんと韓国人の先生に習わないといくら頑張っても無理なんだなって実感しました。こんにちは。こんにちは。今は K-POP アーティスト歌手のアイドルコースに留学来てます。1ヶ月です。私が小さい時からダンスをずっとしていて、で中学生ぐらいの時にブラックピンクとかどんどん BTS とか知っていって徐々にハマっていきます。ブラックピンクさん力強くて魅力的で、可愛いだけじゃないところがかっこいいなって思って好きです。ダンスは6歳の時なので今13年ぐらいしてます。歌は中学生の時にちゃんと始めてました。K-POP の曲を勉強したりしようとしたら発音って大事になるじゃないですか。音程が合わないとかの原因は大体発音が問題だったりすることが実はあったりして、だからちゃんと韓国人の先生に習わないといくら頑張っても無理なんだなって実感しました。歌とダンス以外にラップを得意としていて、やっぱブラックピンクのジェニーちゃんたちみたいにラップができるアイドルアーティストになりたいので、他と被らないようにいろんな人のパフォーマンスとかラップとかを聞いて自分のものにして自分だけのステージが作れる、将来作れるように考えてます。素晴らしい。2個ぐらいあるんですけど、韓国語は本当に単語とかは何個か知ってたりしたんですけど、使い方を間違ってたりしたので会話が成り立たなかったんですね。理解はできるけどこっちから返事ができなかったんですけど、今はそうやって語学の授業を受けたり、韓国人の友達とか日本人の友達ともこっちでは韓国語で喋るので、それでめっちゃ全然喋れるようにまだなった方かなって思います。2時から3時4から6はずっと練習してて、でもダンスだけとかじゃないんで2時間ずつとかやってます。偉い。ダンスが私は一番すごい濃ゆかったと思いました。日本で K-POP とか教えてもらう時って一応ただ振り落とされて自分なりに表現して終わりっていう形が結構多かったんですけど、ここだと一人一人に合った、例えばあなたは表情がどうだからこうした方がいいとか、表情についてをめっちゃ細かく指導してもらう人とか、逆にその手の伸ばし方とかそういう基本ができてないよって教えてもらったり、なんか一人一人にちゃんと向き合ってくれるから、そこにびっくり感動しました。ダイエット、見た目、そのオーディションの時に着る服大事だから、それはめっちゃいろんなのを着て鏡見て写真撮って確認してビジュアル確認して、あとはでもそのこれをするって決めた曲をひたすら和訳見て解釈して自分なりにちゃんと考えて、その曲を自分の曲って思うぐらいずっと聴く、毎日一日ずっと聴いて挑んだら絶対間違いないと思います。
入る時にまず挨拶して「あにゃせよ」って入ってってでは位置について準備ができたら名前と、年齢日本人ですってよく言います。アピールできるので日本人ですってアピールしてであともしその事務所が一言言っていいよっていう感じの事務所だったりした時はオールラウンダーになりたいですとかラップができますラップ作れますとかなんかアピールポイントちょこっと挟んでダンスします歌しますって言って音楽流れますでも歌の時は音楽流れずにアカペラのまんま自分のタイミングなので一番緊張しますでもそのステージじゃないオーディションを自分のステージだって思って私は審査する人ってよりも自分のお客さんって思ってしたら審査する人って思ったらめっちゃこわばるじゃないですか私もあっちもけど私のお客さんって思ってやったらリラックスしてできるかなって思います事務所によってちょっと変えたりもするんですけどそのコンセプト的にあまりにもコンセプトが強い曲だとその事務所がいるかいらないかがわからないなんかもうキャラクター出来上がってて自分の事務所に必要ないかもしれなくて私ならどんなコンセプトもできるよっていうのが分かるダンスを選ぶようにしてます基礎ができてるのは見れてそれプラス表現力が見せれるものを選ぶなんかガチガチコンセプトが強いのはしないように好きなんですけどしないようにしてます完璧本当にそれですねスタジオの先生もそういうこと言ってた気がしますでも私ずっとそれで落ちてたので本当ですかコンセプト強いのばっかして落ちててでこの東京でのハイメイトの前に事前でワークショップみたいなあれで全部聞いてこれを知ってとかで確かに痛感して曲を変えた瞬間から私オーディション全部受かってたんですよそうだったんだあれめちゃくちゃ勉強になりました自分に合うコンセプトとかを見つけてくることこっち来て悩んでる暇は正直ないと思うので将来の目標はそうやって K-POP が世界ですごいグローバルな市場で活躍しているけどそれを日本人として日本語と英語と韓国語とかも入れた歌とかで世界的なアーティストに